どうも、社長のネギオです。はい、今日はですね、SEO のプロが伝授する Google サーチコンソール完全解説、設定使い方分析活用術2021年最新版ということで、お届けしたいと思います。で、この Google サーチコンソールの完全解説というのはですね、1年前ですね、撮影をさせていただきました。2020年バージョンですね。で、僕のですね、YouTube チャンネルの中では最も再生回数が多い動画になっているんですが、この1年間でですね、かなりサーチコンソールの中身も、変わっております。で、改めてですね、サーチコンソールの解説をしてほしいなんていう声をいただきましたので、2021年バージョンですね、撮影させていただいております。で、これをですね、見ていただくとですね、まずこのサーチコンソールが理解できるということで、SEO のスタートラインに立つことができるんじゃないかなというふうに思います。で、次にですね、スタートラインに立った上で、正しい SEO を行うことができるようになります。で、3つ目、SEO で成果を高めることが、できるということですね。なので、ウェブマスターだったりですね、サイトオーナーの皆様、サーチコンソール苦手って方もいると思うんですが、この動画を見ていただければ、もう基本的なところからですね、日々の活用方法までバッチリ抑えられると思います。で、逆にですね、サーチコンソールわからないという方もいると思うんですが、サーチコンソールがわからないとですね、SEO できないというふうに思ってください。もうサーチコンソールが絶対必要な知識になるので、苦手意識を持たずにですね、僕の動画で分かりやすく解説させていただきますので、しっかり今日この動画を見てですね、サーチコンソールバッチリマスターしてください。はい。ではですね、こういった動画ですね、どんな方向けに解消していきたいかというとですね、例えば、SEO 初心者だけどサーチコンソール使えるかなとかですね、設定が難しそうでわからないということで、設定しないことにはまず画面を見ることができないので、設定がわからないとか、あとはですね、Google アナリティクスでさえてんてこまいなので、これアナリティクスと何が違うのとか、Google に自分たちのサイトの情報を見せていいんでしょうかというような声とか、これサイト開発者が見るツールでしょうということで、私やらなくてもいいんじゃないかなというふうに思っている方もいるかもしれないんですけども、こういったですね、疑問だったり不安をネギオが解消したいと思いますので、お付き合いください。はい。で、今日はですね、こんな内容でお届けしていきたいと思います。1つ目。Google サーチコンソールってもうそもそも何のツールなのっていうところですね。で2つ目。Google サーチコンソールがなぜ、重要か、先ほどもですね、これ、知らないと SEO できないよということを断言したんですけども、なぜサーチコンソールが重要かというところを解説したいと思います。で、じゃあまずサーチコンソール設定方法ですよね。まず設定しないことには見れないと思いますので、設定の方法を具体的に、お伝えしたいと思います。で、4番目、具体的なサーチコンソールの見るべきポイントに関して解説をしていきたいと思います。では早速ですね、Google サーチコンソールってそもそも何のツールか、こちらを解説させていただきたいと思います。こちらはですね、Google のヘルプページの方に解説が載っておりました。ちょっと読み上げさせていただきます。Google サーチコンソールは Google 検索結果でのサイトの掲載順位を監視、管理、改善するのに役立つ、Google の無料サービスです。サーチコンソールに登録しなくても、Google 検索結果にサイトが表示されるように、することはできますが、サーチコンソールに登録することで、Google のサイトに対する認識を理解し、改善できるようになりますとですね。Google 自身がですね、Google サーチコンソールを使うといろんな改善ができるよなんてことを言っております。で、Google このサーチコンソール長いのでですね、サーチコンソールというふうに訳していったりですね、中にはこの頭文字を取って GSC なんて言ってる、方もいるかなと思います。で、流行ってるかどうかわかんないんですけど、サチコなんてですね、可愛い名前で呼んだりしている方も、いるようです。ではですね、この Google サーチコンソール、なぜ重要かというところなんですが、僕もですね、SEO の世界も16年近く、いるんですけども、このサーチコンソールとはもう長いお付き合いになります。で、なぜ重要かというところで言うとですね、大前提としては、この SEO を考える上でも必須のツールです。もちろんアナリティクスも大事なんですが、アナリティクスなんかよりも一番大事なツールだと思います。もう一番大事です。で、市販のですね、有料の SEO ツールとか、無料のツールとかもいろいろあると思うんですが、そんなものをですね、契約する前にですね、まずこのサーチコンソールを徹底的に使いこなしてください。サーチコンソールを使った上でですね、有料ツールとか、無料ツール使うのはいいと思うんですが、まずはですね、このサーチコンソールが前提になるということは押さえてください。ではですね、なんで重要かというところなんですが、まず一つ目ですね、サイトのパフォーマンスを把握することができるということですね。はい。いろんなデータ、サーチコンソールで見ることができます。で、ウェブマーケティング全般なんですが、やはりですね、数
数値でこう分析をしないと、何を改善した方がいいかわからないですし、打った施策がですね、どういう効果が出たのか出なかったのかっていうのも、把握する必要がありますので、このサーチコンソールを使って SEO のパフォーマンスっていうのを把握してみてください。これアナリティクスの方もですね、もちろんデータっていうのは見ることができるんですけども、サーチコンソールの方はですね、Google の検索経由でどういう結果が出たかとか、どういうキーワードが上位表示されているかとか、そういったところを使うツールになります。で、アナリティクスの方はですね、今、どのキーワードで流入したかとか、見れないような仕様になってますので、このサーチコンソールを使って、SEO 上のパフォーマンスを把握してください。次ですね。次、Google 視点での不全点を把握、改善できるということですね。でもちろんですね、皆さんのサイトがですね、Google で結果を出すためには、Google に正しく認識されている必要が、あるわけですけども、なかなかですね、自分でちゃんと作っているというふうに思っても、Google が読み込めなかったり、エラーが出ていたりすることがあると思うんですが、これがですね、Google サーチコンソール上で見ると、Google がもうご丁寧に教えてくれるんですね。このページが読めませんよとか、このページ大丈夫ですかとか、本当にですね、ご丁寧に教えてくれますので、Google 視点で、不全点、改善点っていうのを把握、することができます。で、次にですね、Google への情報を送信することができるというところなんですが、改善点、不全点が分かってですね、修正しました。で、修正したらですね、時間が経てばですね、もちろん Google 見に来てくれるんですが、こちら側からですね、修正しましたよっていうリクエストを出したりですね、あと新しいページができたとき、早くGoogle に認識してほしいと思うんですね。で、こういったものをですね、Google に新しいページができたので、登録してくださいっていうような、リクエストを送信、したり、することができるようになります。で、4つ目ですね、Google のトレンドに追従することができるという話ですね。これ今日まさに僕が動画撮ってるのもこの理由なんですけども、この1年間でもですね、この Google サーチコンソールかなり進化しました。で、なぜですね、都度こうツールが進化するかというと、Google のトレンドがどんどん変わっていくわけですね。Google が今後こういうものを重要視しますよとか、こういった要素をランキングのアルゴリズムに入れますよなんて発表するんですが、それに伴ったですね、ツールだったりレポートっていうのが必ずサーチコンソールの方で搭載されていくんですね。で、逆に言うとですね、サーチコンソールの新しい機能っていうのはヒントがいっぱい詰まってまして、今後 Google がこういうトレンドになるよ、こういったことに注目していきますよっていう暗示でもあるわけですね。なので、この、サーチコンソールっていうものをですね、追っていくと、Google のトレンドが、理解することが、できるんじゃないかなというふうに思います。なので、まとめますと、SEO をマスターする上ではですね、サーチコンソールのしかも必須です。初心者の方からですね、玄人の方まで、このサーチコンソール、必ず使う必要がありますので、ぜひこの動画でマスターしていただければと思います。でですね、サーチコンソールなぜ重要かというところでですね、一つ、この Google、これ Google ボットくんですが、あとは皆さんサイトオーナーですね。この Google とですね、サイトオーナーのですね、この架け橋になるのがサーチコンソールだと思うんですね。コミュニケーションツールなんていうふうに呼ばせていただいております。で、アナリティクスと何が違うのというところを聞かれることが多いんですけども、アナリティクスというのはあくまでも、アナリティクスっていう名前がついているようにですね、分析をするツールですよね。数値のデータの解析をするツールがアナリティクスです。で、サーチコンソールもですね、もちろんデータの分析もできるんですが、分析というよりですね、どちらかというと Google とのコミュニケーションツールというふうに考えていただければと思います。Google はこのサーチコンソールを使ってですね、サイトのパフォーマンスを上げてほしいというふうに思っているわけですね。で、そうすることによって、ね、Google はですね、より良いサイト、良いコンテンツを評価したりですね、より良いユーザー体験のページをですね、評価することができるようになる。ということで、ウィンウィンの関係になれると思うんですね。なので、このサーチコンソールっていうのは、サイトオーナーと Google とのコミュニケーションツールだというふうに思ってください。例えばですね、検索レポート、パフォーマンスレポートをなぜ出すかというとですね、これをもとにですね、サイトオーナーが改善することができるわけですね。もっとこのページ、アクセス増やすことができるなとか、このキーワードでもっと順位が上げられそうだなとか、ってところからですね、改善点を見つけることができるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、Google が、このページ読み込めませんよと、せっかく作ったのにもったいないですよということを知らせることができます。で、それをですね、気づいたサイトオーナーはページを改善して、このページを読み込んでくださいというリクエストを出すことができます。あとはですね、これはガイドライン違反ですよということで、Google いろんなガイドラインがあります。で、知らず知らずのうちにですね、サイトオーナーが、違反をしてしまっていると。ここに対してイエローカード、最悪バレットカードが出ることもあるんですが、イエローカードを出す。で、それに対してですね、サイトオーナーが修正しましたということで確認お願いしますなんていうやり取りもできます。あとはですね、このページは改善の余地がありますよ。
例えばページのスピードが遅いですよとか、構造化データを入れてるけど読み込めませんよとか、ああいうアラートを上げてくれます。で、それに対して、参考にして改善しますということでですね、まさに本当に、Google がですね、皆さんのサイトをチェックして、アドバイスをくれる。で、それをもとに、改善をしてリクエストを送ることができる。こんなコミュニケーションツールに、なっているので、ぜひ使っていただきたいなというふうに思います。逆にですね、このサーチコンソールを登録しなくてもですね、検索結果に出すこともできますし、もちろん、SEO の集客をすることができるんですが、この Google のコミュニケーションツールがない、状態で、SEO をするというのはですね、ライトを消して車を運転するようなものだと思うんですね。夜道をですね、ライトを消して真っ暗な中、よくわからない中進むようなものです。なので、このサーチコンソールを入れてですね、しっかりコミュニケーションを取っていただければと思います。ではですね、重要性をちょっとうるさくお伝えしたんですが、設定方法に関してお伝えさせていただきます。まずサーチコンソールのですね、トップページに、行っていただきますと、こんな画面が出てきます。Google サーチコンソールへようこそということでですね、プロパティタイプを選んでくださいということで、2つやり方が、載っております。で、大きくですね、この2つ、からですね、それぞれ、もう2つやり方がありまして、全部で4つ、登録する方法、設定する方法があります。1つ目がですね、HTML ファイルによる設定。2つ目、HTML タグですね。3つ目、既存 Google プロパティによる登録。で、4つ目、ドメインプロパティということで、4つの方法があるというふうに思ってください。で、これですね、Google サーチコンソールに登録するというのはですね、簡単に言うと、自分のサイトの中を全部 Google に公開するということになるんですね。で、非常に機密情報になります。なんで、誰でもがですね、そのサイトのですね、サーチコンソールを設定できてしまったら、もう機密情報ダダ漏れだと思うんですね。なので、このサーチコンソールの設定方法っていうのは、簡単に言うとですね、自分がサイトオーナーですよということを Google に証明すれば設定が可能になるというふうに思ってください。ではですね、方法4つちょっとお伝えしていきたいと思うんですが、簡単なところから、お伝えしたいと思います。まず、HTML ファイルに関する設定方法ですね。これですね、まず、サーチコンソール上から、このファイルをダウンロードしてください。HTML ファイルですね。もうこれ非常に簡単な HTML ファイルです。このファイルをですね、ダウンロードして、皆さんのサイトのサーバーにアップロードしてください。で、そうするとですね、Google が皆さんのサイトの中を見ることができるようになります。なので、ファイルをダウンロードしてサーバーにアップロードするんですね。もちろんサーバーにアップロードできるのはサイトオーナーだけだと思うので、自分がオーナーであることを証明できるということですね。はい。で、続いて、こちらですね。HTML タグということでですね、こちらはですね、もう本当にこのタグですね、一つ一行のですね、タグをコピーして、HTML のファイルに書き込んでください。で、そのファイルをアップロードするということですね。で、この HTML のこのタグが入っていることで、Google が認識できるようになるということですね。はい。じゃあ、3つ目。こちらはですね、ちょっと複雑なような形になるんですが、既存の Google プロパティということで、これはですね、すでに、Google Analytics、もしくは Google タグマネージャーを設定している方はですね、こちらを使うと便利かもしれないです。もう Analytics タグマネージャーを入れているということはですね、Google が、サイトの中を見れるようになっているはずなので、この Analytics タグマネージャーと同じプロパティですよというのを、Google にお伝えすれば、サーチコンソールが、登録できるようになります。で、4つ目、これはちょっとですね、難しいので、あまり使う方は少ないかもしれないんですが、ドメインプロパティということでですね、皆さん、ドメインのオーナーだと思うんですよね。なのでですね、ドメインのですね、この DNS というところに、アクセスが、できると思います。DNS のですね、ところにこのレコードをコピーして貼り付けると。こういうことをやってみてください。はい、4つお伝えしたんですけども、もう一番簡単なのはですね、HTML のファイルを落としてきてサーバーにアップロードする。これだけですね。で、登録すると使えるようになりますので、ぜひやってみてください。はい。ではですね、ここから4番目ですね。Google サーチコンソールの見るべきポイントはということで、登録が終わりましたと。では早速、サーチコンソールの中身に入っていきたいと思います。大きくですね、1つ目、サマリー、URL 検査、検索パフォーマンス、インデックス。で、5つ目、これちょっと記録したんですが、これが去年はなかった機能ですね。エクスペリエンス、という機能ですね。で、6番、セキュリティと手動対策、旧ツール、リンク、設定と、9つの項目に分かれております。もうここからはですね、実際の、管理画面を見ながら解説させていただいた方がですね、分かりやすいと思いますので、セーチコンソールの管理画面に飛びたいと思います。ジャンプ
はい、Google のサーチコンソールの管理画面の方にやってまいりました。こちらはですね、弊社桜咲ラボのですね、サーチコンソールなので、非常に重要なデータを今日お見せしながら解説の方をさせていただきたいと思います。まずですね、ログインしていただくとトップページサマリーですね、検索パフォーマンス、カバレッジ、エクスペリエンス、拡張と各項目のですね、主要項目が出ているような形になります。サーチコンソールいつログインアクセスすればいいんですかなんてことも聞かれるんですが、基本的にはですね、サイトオーナーであれば毎日アクセスしてください。朝一にですね、ログインしていただいてですね、異常がないかというところを見ていただいてですね、仕事をスタートしていただければなというふうに思います。まだこの検索パフォーマンスのところでですね、Google からの集客ですね、いきなり落ちてないかとか、むちゃくちゃ上がってないかとか、異常値がないかなんてことを見てください。で、次、カバレッジ。これはですね、エラーのページが出てないかってところですね。ある日突然ですね、Google が全くページを認識して、いないとか、あとはですね、ページが全部404で落ちてしまっているとか、そういったことがあったら大変です。なので、ここのですね、エラーが極端に増えてないか、こんなところを見てみてください。で、エクスペリエンスはこれで、体験なんていう意味ですね。これもですね、異常値が出てないかなんてことを見てください。毎日アクセスするって大変かもしれないんですが、朝一にですね、ログインしていただいて、異常がないなというふうに思っていただいたら、安心して仕事に集中できると思いますので、まずですね、こちら、サマリーで安心を得ると。こういうことをやっていただければと思います。はい。では次、こちら、順々に説明していきたいと思うんですが、URL 検査ですね。これですね、これ特にですね、新しいページを作った時ですね、使える機能になっております。ここにですね、ページを作ったらですね、URL を入れてください。で、そうすると、Google インデックスからデータを取得してますっていうのが出ます。これはですね、指定した URL が今どういう状況になっているのか、まさに検査してくれるんですね。今ですね、僕が入力したこの URL ですね。これはもう Google に登録されてますということで、インデックスがされているような状況になります。これですね、インデックスされてないとですね、Google の検索結果に出てきませんので、まずこの、登録されているかされてないかっていうのを見てみてください。で、されてない場合、このインデックス登録をリクエストっていうのを押していただくと、Google にこのページをインデックスしてくださいということをお伝えすることができます。あとはですね、ページを変更しました。で、早くですね、このページの変更を Google に認識してほしい場合、このページの変更をしましたかということで、再度インデックスのリクエストをすることができます。ちょっと処理にですね、1、2分かかるので、大量にやろうと思うと大変なんですが、5件、10件であれば、ここでポチポチ押していけば、修正、リクエストだったり、インデックスリクエストが、できるようになります。で、実際ですね、じゃあ登録されてますとっていうところで、どういう状況かっていうのを把握することが、できます。いつ、クロールされたかとか、Google ボット、スマートフォンの Google ボットが来てるのか、PC の Google ボットが来てるのかとか、あとはですね、モバイルフレンドリーということで、モバイルでアクセスしたときに、ユーザーが、使いやすい仕様になっているかどうか、なんてことが、見ることができます。なのでですね、新しくページを作ってですね、インデックス登録されているかどうか、あとはですね、Google が重要しているこのモバイルユーザビリティだったりとか、カバレッジというところが問題ないかっていうのをここで、チェックしていただくと良いかなと思います。では次、パフォーマンス編ということでですね、こちらが多分皆さんが一番使う、機能になるんじゃないかなというふうに思います。こちらが皆さんのサイトのですね、Google での評価パフォーマンスを見ることができます。まず、検索結果というのを押してください。こちらもですね、本当に日々進化しているんですが、まずですね、ここに、皆さんのサイトの情報が出ています。これをですね、クリックするとですね、データが取れます。クリック表示回数、平均 CTR、CTR というのはクリック率のことですね。あとは平均掲載順位、どのぐらいの順位で掲載されているか、大きくこの4つの指標で見ることができます。で、こちらにですね、日付があります。過去、最新日、その日の、その前日の日ですね、前日の日のデータ、過去7日間、28日間、あとは具体的に指定したりもできます。最長でですね、過去16ヶ月間、見ることができます。ちょっと見てみましょうか。16ヶ月間、適用って押すとですね、こんな感じでですね、サイトの歴史が、見ることができます。で、見づらかったら、この項目をですね、こう減らしていただくと、アクセスがどのぐらい、成長してきたか、なんてことを見ることができます。あとはですね、これ便利な機能で、比較機能なんていうのは僕使うんですが、使うことができます。過去28日間と前の期間を比較ということで、5月と6月を比較したりとか、今週と先週を比較したりとか、ってことが、できます。あとこれ、カスタムでですね、これも僕よく使うんですが、Google アップデートがあったですね、前と後でどこがこう変化があったかなんてことを見ることができます。
はい。これちょっとやってみたいと思うんですが、例えばですね、過去28日間の比較なんてことで見るとですね、はい、比較のデータが出てきました。これ下見ていただくとですね、こちらに、集客できているキーワードが並んでるんですが、ここにですね、過去28日間、この2つが出てるんですが、直近の1ヶ月とその後の1ヶ月のデータの比較が出ています。で、これ、差分を見ることができまして、どのですね、クリックが増えているか、キーワードのクリックが増えているか、あと逆にどれが減っているか、なんてこともチェックできます。はい。で、これをクエリー単位、あとページ単位ですね。どのページのアクセスが上がったか下がったかなんていうのをですね、一目で、見ることができます。789クリック減っているよとか、あと逆に1200クリック増えているよとか、こういったことをチェックすることができます。ので、ここ非常に便利です。はい。あとはですね、検索タイプということでですね、Google ウェブ検索、通常のウェブ検索以外にもいろんな機能があります。例えばですね、ウェブ、画像検索、動画検索、あとニュース検索、これの数値も見ることができます。画像検索なんて皆さんもかなり使われていると思うんじゃないかなと思うんですが、画像検索だけフィルターをかけて、はい、画像検索のスコアなんていうのを見ることができるようになっております。あとはですね、この検索機能が、非常に便利で、ぜひこちらも使っていただきたいなと思うんですが、例えばですね、我々の我々 SEO 業界なので、SEO に関して調べたいなと思ったときに、このクエリーのところを指定していただいて、検索で、キーワード、ここにですね、じゃあ SEO を含むワードはどのぐらい検索流入があるかななんてことを調べることができます。で SEO を調べていただくと、SEO を含むキーワードのですね、アクセスの状況っていうのを見ることができます。で、もちろん、この状況でですね、平均順位、平均 CTR、表示回数で調べると、それぞれどのキーワードが何位に出ているのか、クリック率がどうなのか、こんなことも調べることができます。あとは今度はですね、URL ですね。URL に SEO を含むものがどのぐらいあるのか。SEO を含む URL のデータを見たいというときはこんな検索をします。はい。そうするとですね、このページのところですね。はい。SEO を含んだ URL のデータが出てきます。はい。全部これ SEO 含んでますね。はい。のパフォーマンスが出てきます。で、なおかつこの状態でクエリをしていただくと、この URL がどんなキーワードで上位表示しているかっていうのも見ることができるんですね。こういったキーワードで集客できているようなことが、見ることができます。これは本当に皆さんの使い方次第でですね、いろんな指標でこう検索したり、こう横串で見たり、縦串で見たり、することが、できるんじゃないかなというふうに思います。で、特にですね、パフォーマンスを上げたい場合ですね、どんな見方ができるかというとですね、例えばクリック順でこれ出てるんですけども、例えば、表示回数順で見ていただいて、表示回数は多いんだけれども、クリックが少ないもの、これはまだまだ改善の余地がありそうですよね。例えば、掲載順位が低いものをまだまだ何かパフォーマンスが上げられるんじゃないかとか、クリック率が低いものは、タイトルを変えるとクリック率が上がるんじゃないかとか、ああいうことでですね、今の記事だったり、今のキーワードに関してですね、改善するヒントが得られるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、これ全部ですね、データ、ダウンロードすることができます。はい。ここにエクスポート機能というのがあります。で、エクスポートするとですね、スプレッドシート、Excel、CSV でダウンロードできますので、使っていただければなというふうに思います。あと次にですね、ディスカバーというのが、あるので、これクリックしてみたいと思います。で、これ Google ディスカバーってご存知でしょうか？モバイルのですね、Google 検索していただくと、一番上にですね、自分にマッチしたニュースが出てくると思うんですね。ここのですね、Google ディスカバーに表示されたかどうかっていうのをチェックすることができます。これですね、なかなか掲載される機会少ないんですけども、掲載されると非常にインパクトが大きいです。例えばですね、我々も何回かだけ掲載されたことあるんですが、ここ見てください。ある日ですね、この記事が、掲載されました。1日で、885クリックも生んでいるので、非常にインパクトがでかいですよね。なので、この Google ディスカバーに載ったかどうかなんてことをここでチェックすることができます。はい。あとすいません、検索結果の方でちょっとお伝え忘れてました。ちょっと戻りたいと思うんですが、ここにですね、クエリーページっていうのがわかると思います。あと国別にですね、どこの国で検索クリックされたかっていうのも見ることができます。はい。あとはデバイスですね。PC、モバイル、タブレット、何経由で、クリックが、多く生まれているかっていうのをチェックできます。でですね、非常に進化しているのが、この検索での見え方というところですね。
Google 今ですね、リッチリザルトということで、いろんな検索結果、多様な検索結果を出すということで、力を入れているんですが、ここでですね、いろんな検索結果で出たパフォーマンスのデータを見ることができます。例えば、How to Rich Result。これ何かというとですね、これクリックしてみましょうか。ページということで、How to Rich Result。クエリで見た方がいいですね。じゃあ、このキーワードプランナー、使い方っていうキーワードをちょっと例に見てみたいと思います。はい。これ実際ですね、検索してみたいと思います。はい、ここにですね、弊社の検索結果が出ていると思うんですが、How to Reach Result ということで、この5ステップということで、このキーワードプランナーの使い方がこのリストで出ていると思うんですね。こういった形でですね、構造化データというものを使うとですね、こういったリッチリザルト、もうリッチな検索結果ですね、に出すことができるんですね。これがどんなキーワードでどのぐらいパフォーマンスが出ているかっていうのを調べることができます。あとはですね、動画ですね。検索での見え方のところで、動画だったり、ページエクスペリエンスが良好なものが、どのぐらいパフォーマンスが出ているかとか、よくある質問のリッチリザルトが出ているかとか、ここにですね、特殊なケースで、パフォーマンスが上がったものに関してはですね、ここで個別に、見ることができるようになっております。これは皆さんのサイトによってはですね、いろんなパターンで、出ていると思います。なので、この検索での見え方、ここもぜひチェックしてみていただけるといいかなと思います。ここはですね、Google が逆にこう力を入れているところなので、ここでパフォーマンスがどんどん上がっていくと、Google の検索結果に、追従できているということにもなるんじゃないかなというふうに思います。はい。では、次行きまして、このインデックスというところに、行きたいと思います。これもですね、ぜひチェックしていただきたいんですが、皆さんのサイトがですね、Google からどう見えているかっていうのをチェックすることができます。エラーがないか、あとは有効なページ、だけど警告が出ているもの。あと、問題ないページ。あとは除外しているページということで、4つの仕様で見ることができます。例えば、弊社今3件エラーが出てるんですが、送信された URL が見つかりませんでしたということで、こちら側からですね、登録してくださいという信号を送っているのに404でしたというエラーが返ってきてます。あと今日警告はないんですけども、インデックスはされてるけどおかしいですよなんてことはこの警告のページで見ることができます。あと有効なページ、786あります。これ問題ないということなんですが、これもですね、実際自分たちが持っているページとこの有効なページの差分なんかを見てみてください。本当は1万ページあるのに100しか有効じゃないってなったらちょっと異常ですよね。なのでそういった観点で使っていただくと良いかと思います。はい。あとは除外ということで、これはですね、もう自分たちの設定で、Google に登録されてほしくないものを除外しているものになります。例えばリダイレクトをしていたりですね、ノーインデックスというタグを入れていたり、あと404にして、いたりですね。で、ここはですね、意図的にこういった設定になっていればいいんですが、こんなのリダイレクトしてるつもりないとか、404にしてるページなんかないっていう場合はですね、ここからですね、リストが落とせるので、本当におかしくないかっていうのをチェックしていただくと良いかなというふうに思います。こちらがカバレッジですね。はい、次、サイトマップということでですね、サイトマップ XML なんて言葉聞いたことある方もいるかと思うんですが、Google にですね、どんどんこうサイト、ページを登録してほしいと思ったときに、この URL 検査ツールを使えばですね、一つ一つの URL っていうのは登録してもらえるんですけども、いちいち一個一個やってられないと。こういうことでですね、このサイトマップ XML というファイルを作ってください。で、簡単に言うとですね、皆さんのサイトの URL の一覧を作るようなイメージですね。この URL の一覧を作ったら、こちらにですね、このファイル名を入れて送信してください。そうすると、Google がこのサイトマップの中身を理解して、クロールしてインデックスしてくれることができます。例えばちょっと見てみたいんですが、こちらにですね、我々のサイトマップ 758URL、書いてありました。こちらをインデックス正常にしてくれましたということが、書いてあります。なので、こういった形でですね、サイトマップを作って、一気にGoogle 側に、送信、伝えることが、できるようになります。次、削除ですね。これはですね、あまり使う機会がないかなというふうに思うんですが、万が一ですね、登録されたくないページが Google に登録されてしまった場合、こちらから削除の依頼をすることができます。すぐ消してくれるというふうには限らないんですが、何かですね、消したいページがある場合は、こちらから、リクエストをすると良いかと思います。はい。では次ですね、このエクスペリエンスということでですね、こちらが新しい機能になります。
はい、このエクスペリエンスがですね、新しい機能になるんですけども、Google がですね、Core Web Vitals っていうですね、考え方を発案しました。これどういうことかっていうとですね、ユーザーの体験ですね。ユーザーがサイトに訪れた時の、良い体験、使いやすいとか、早いとか、見やすいとか、ああいうところですね。で、この使いやすさをですね、ランキングの指標に入れますよという発表をしました。これ2021年のですね、6月の中旬から8月にかけて導入されるということが決まっております。で、そこに伴ってですね、サイトオーナー側にも、このページのページエクスペリエンス、要はユーザー体験が良いですよ、悪いですよということを教えてくれるのがこちらのページエクスペリエンスのページになります。はい。まずですね、サイトに優れたページエクスペリエンスの URL はありません。ということで、これ、まずですね、このページエクスペリエンス、要はユーザー体験がいいページのスコアがどうなっているかっていうのをここで通知してくれています。我々のサイトは残念ながらですね、良いページが少ないというような結果になっております。で、それぞれですね、Web に関する指標ということで、良いページ、悪いページっていうのをここで伝えてくれています。はい。で、あとはですね、モバイルユーザビリティということで、モバイルでアクセスした時のユーザビリティが良いかどうか、あとはセキュリティの問題とか、HTTPS の問題とか、あと広告に関する問題ですね。我々は広告入れてないので、出てきてないんですが、こういった形でですね、ページエクスペリエンス、ユーザー体験に問題がないかどうか、ここで、見ることが、できます。はい。で、さらにですね、細かく見ていく場合に、この Web に関する主な指標というのを見てください。モバイル PC というふうに分かれておりまして、特に注目していただいたいのがモバイルですね。モバイルのこのページエクスペリエンス、これがですね、実際のランキング要因になりますので、このモバイルの方のスコアを見てください。で、これ時系列でですね、不良、良くない URL、改善が必要な URL、良好な URL ということが載っているんですが、これ、レポートを開くというのを押していただくと、具体的に中身を見ることができます。はい。今、不良はですね、0になっているんですが、改善必要な URL というのが390ページありますね。で、良好が0になっているというところになります。で、これはですね、Core Web Vitals っていうのを理解していただく必要があるので、ちょっと今日は詳細は省きたいと思うんですが、それぞれですね、不良 LCP が問題ありますよとか、CLS に問題がありますよとか、それぞれですね、ユーザー体験ですね、例えばページの読み込み速度が遅いとか、ページの入力できるまでの時間がかかるとか、あとレイアウトが崩れてるとか、いろんな仕様があるんですけども、こういったところのですね、改善をしましょうということがアナウンスとして出ています。このページエクスペリエンスはですね、比較的初心者向けというよりは、中級者、上級者向けになるんですが、ここでですね、どのページが、Google から見たときにですね、ユーザー体験が良くないか、逆に、ユーザー体験が良いかというのが、分かるようになっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、次がですね、モバイルユーザビリティということで、これもですね、大事な指標ですね。モバイルフレンドリーなんていう言葉が、ありますが、モバイルのページにアクセスしたときにですね、アクセスしやすいかどうかというところですね。例えば、テキストが小さすぎるとか、ビューポートが設定されてないとか、あとはクリック可能な要素同士が近すぎます。これ、指でクリックしたときにですね、一気に2つのボタンをクリックしてしまったら使い勝手悪いと思うんですよね。なので、ボタンがクリックしやすいかとか、こういったですね、Google が用意した指標に、合ってるかどうかっていうのをチェックしてくれるのが、このモバイルユーザビリティになります。このページエクスペリエンス、おそらくですね、今後もどんどんこのカテゴリーは進化してくると思うので、今後もぜひ注目してください。はい、次がですね、拡張機能ですね。これはですね、先ほどですね、検索での見え方のところでお話したんですが、構造化データツールというところでですね、入れていただくと、いろんな検索結果に出すことができます。これ、リッチリザルトなんて呼ぶんですが、検索結果でですね、リッチな検索結果を出すためにはですね、いろんな構造化データを使うと、ここに表示されます。で、これがですね、正しく設定されているかどうかというのが見ることができます。はい、我々だと有効なものが、出てたりすると思うんですが、パンクズリストとかですね。はい。なので、この構造化データを入れたらですね、こちらでちゃんと機能されているかどうか、ちゃんと正しく読み込まれているかどうかっていうのを、確認してみてください。はい。ではですね、次、セキュリティと手動による対策ということで、ここはですね、あまりお付き合いしたくない、見たくないページなんですが、万が一ですね、Google のガイドライン違反をしている場合、ここに警告が出ます。
手動による対策って書いてあります。これはペナルティを受けている、ということですね。今、おかげさまで我々は問題検出されませんでしたって出るんですが、ここにですね、イエローカードが出ている場合には、もう速やかに、修正をして、修正した旨を伝える、ということをしてください。はい。セキュリティの問題も同じくですね、セキュリティ上、HTTP の問題とか、HTTPS の問題とか、セキュリティに問題がある場合は、速やかに修正をしてください。はい。で、次、以前のツールとですね、レポートという項目があるんですが、これ実はですね、サーチコンソールというのはもともとですね、Google Webmaster ツールという、別の名前でした。で、全然インターフェースも違ってですね、別のツールが、このサーチコンソールに生まれ変わりました。で、ちょっと複雑な歴史があるんですけども、この Webmaster ツールからサーチコンソールに移行するまでにですね、結構時間が空いたんですね。で、それぞれですね、Webmaster ツールに残っているツールと、サーチコンソールに移行したツールと、それぞれ移行時期がずれたものがあったんですが、今ですね、ほぼほぼ全機能ですね、サーチコンソールの移行が済んでいると思います。で、一部残っているツールですね、インターナショナルターゲティングとか、いうものはですね、まだ旧ツールに、残っているので、こちらを使う必要があるんですけども、大半の人はですね、この旧ツールっていうのは使わなくて、こと足りるんじゃないかなというふうに思います。では最後ですね、リンクというところですね。Google のですね、重要なランキング要因にリンクっていうのはまだまだ、ございます。で、この皆さんのサイトにですね、どんなリンクが貼られているか、もしくはですね、皆さんのサイトがどんなサイトにリンクをしているか、こちらで見ることができます。なので、ぜひですね、このリンク情報っていうのを、見ていただければと思うんですが、上位にリンクされているページとかですね、リンクサイト元ですね、このページからリンクされているよということが、見ることができます。あとは内部リンクですね。サイト内で、これとこのリンクがリンクされてますよと、このページとこのページがリンクされてますよとか、リンク情報を見ることができます。で、これですね、一つずつですね、これチェックしていくっていうのはなかなか大変なんですけども、大枠ですね、どんなサイトからリンクをもらっているかっていうのをチェックすることができます。で、このですね、外部リンクをエクスポートっていうのを押していただくと、このリンクをされている元ですね、どこのサイトからリンクをされているかっていう一覧をダウンロードすることができます。で、これはですね、大きなサイトなんかはお勧めしているんですが、中にはですね、自分たちは意図してないのに変なところからリンクをもらっていて、ペナルティになってしまうとか、悪い影響を受けてしまうなんてことも中にはあります。なのでですね、定期的にこのリンク、どんなサイトからリンク貼られているのかをチェックしていただいて、見ていただくってことは必要かなというふうに思います。で最後ですね、最後は設定。これはもうご存知、もう言葉の通り設定という画面なんですが、今、Google にどういうふうに正しく認識されているか、なんてことが、見ることが、できます。はい、ちょっと長くなったんですけども、今日はね、Google Search Console 2021徹底解説ということで、登録の仕方からですね、使い方まで説明の方をさせていただきました。はい。なのでですね、ご自身のサーチコンソールの管理画面とですね、私の YouTube 動画を見ながらですね、ぜひご自身のサイト、おかしなところがないかとか、パフォーマンスがどうなっているか、チェックしてもらえればと思います。質問、疑問点があればですね、コメント欄にどんどん書き込んでいただきましたら、僕が直接回答させていただきますので、ご質問お待ちしております。バイバイ。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい。このチャンネルではですね、ウェブマーケティングでしたり、SEO、コンテンツマーケティングに関する役立つ情報を週1回ほどですね、定期的に更新しております。ぜひですね、最新のニュースだったり、分かりにくい内容をですね、分かりやすく説明しておりますので、ぜひ、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、概要欄の方にですね、Google に評価されるコンテンツの作り方、完全ガイドですね。これも有料級の資料ですね、無料で公開してますので、こちらぜひダウンロードをしてみてください。あとですね、私、ネギオがですね、Twitter の方も頑張っておりまして、Twitter のフォローの方もしていただければ嬉しく思います。はい。あと、宣伝ばかりなんですが、SEO のですね、無料対策ツール、桜作ラボというのを弊社では運営しております。SEO で、やらなければいけない調査だったり分析いっぱいあると思うんですけども、こちらのツールを使うとですね、無料で、非常に効率的に調査ができます。こちらもですね、概要欄に貼っておきますので、無料登録してみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。